嘉靖帝の主皇宗は、明の第12代皇帝で、1507年に、国府正氏の安陸州に生まれた。嘉靖帝の父親朱由元は明の聖嘉帝の四男であり、嘉靖帝は聖嘉帝の孫です。幼い頃の嘉靖帝は、とても賢く、父親は彼に詩を数回朗読したら、彼はすぐに正確で暗唱することができるようになった。彼の成長するにつれて、父から指導の下で、国を治めることをたくさん勉強した。幼い頃から、皇室の祭祀に参加することを許されていたため、礼儀や規範に親しんでいた。12歳の時に、父が亡くなり、彼が若くして、王位を継承することになった。1521年、いとこの聖徳帝が、16年間の馬鹿げる生涯を終え、跡継ぎを持たずに亡くなった。帝臣たちの審議の結果、まさか自分に皇位が下るとは夢にも思わず、喜びと不安の中、賢くて強気な主皇宗は遠く湖北の順安から北京にやってきて皇位につく。明史上の嘉靖帝と呼ばれる。嘉靖帝の時代には、朱元璋や永楽帝に倣って、前王朝の政策の欠陥をすべて取り除いた、新政を実施することに意欲を燃やした。嘉靖帝は、政治的には、忠告をよく聞き、行政に精励し、裏切り者を殺し、賢人を頼り、経済的には、土地を民に返し、農業を奨励し、税を正し、災害を救済して、すぐに、嘉靖中興と呼ばれる、豊かな時代を作り出した。この時期は、明朝にとって、第二の最盛期でもあった。嘉靖帝の治世は明代で2番目に長い45年間で、嘉靖中興だと思う人もいるし、嘉靖で明王朝の死が始まったと思う人もいます。しかし、いずれの見解にせよ、嘉靖帝は明代史上最も賢い皇帝の一人であり、その権力コントロールは完璧と言えるものであったことは認められます。彼は14歳で即位してから59歳で亡くなるまで45年の間、一日も他の人と権力を共有することがなかった。元崇と元清範は一時は脚光を浴びたが、結局は嘉靖帝のポーンに過ぎなかった。嘉靖帝が即位した後、楊帝は、下元、応用民、小弁、嘉陽などの官臣を任用して悪政を排除し、また、張宗、奉憲府などの改革者を任命して外籍の問題に取り組んだ。明代は中国史上数少ない外籍問題を持たない王朝であり、嘉靖帝は非常に勤勉に政治を行い、しばしば夜遅くまで上奏文を読み上げ、剣紀の打撃、科挙の改革、軍紀の整頓、二大官臣選令と皇賓を中殺した。明王朝は、隆金の時代から徐々に踏み出した。この時代は後に、嘉靖朝興と尊ばれるようになった。嘉靖帝は、中国史上で政治手段の運用が一番上手な皇帝でした。剣具や功罪の巧妙を操作、人を使い分ける彼のスタイルは、現代でも探求や研究されるべき良門である。嘉靖帝が明の軍事、政治力をしっかりと把握することができたのは、このためであったのだ。元崇、元清範、徐海、公共、超巨政大臣などが彼にコントロールされた。なので、元崇は天子を利用して諸侯を指揮する権力者だった曹操と違い、元崇は嘉靖帝のやりたい放題を助け、天子の命令を受けて諸侯を指揮したが、彼はキックバックを受けただけであった。この時期の明朝は支配を固めて中央集権が次第に強まっていった時期であったと言えます。嘉靖帝は自分と両親以外を愛さない非常に親孝行な皇帝であった。彼は頑固で独りよがりで自分は偉いと思う傲慢な人で、しかも非常に頭が良く人を殺すときは
決して柔らかくはありませんでした。彼は、検診と関心療法とも利用し、政府の最善効果的な運営を維持していた。夜遅くまで働くことが多かったです。明朝には、愚かな皇帝がおらず、嘉靖帝は45年間も、しっかり権力を握りながら、また、リラックスができて、禁術しました。それでも、新王朝や、歴代の皇帝ができないことでした。嘉靖帝は、治世の初期、英明で厳しくて、多くの偉業を成し遂げた。管理に厳しく、民に甘く、官機の整頓、税の軽減、対外には、倭寇との戦い、政治の活性化を行い、嘉靖中興を改装した。嘉靖の後半になると、道教を信じて、次第に、新種の気性を失い、腐敗が進んでいった。大いに土木工事を起こし、道教を拝み、不老不死の術を崇拝していた。嘉靖21年1542年、嘉靖帝は、次任年のに、向こうで16人の若い宮女にほとんど殺されそうになり、その後、西園に移った。次任年のに、向こうの後、嘉靖帝は、西園に避難し、24年間に、朝儀を主催しなかったけれど、依然として、朝廷の役人を、しっかりコントロールしており、立派な皇帝と言える。嘉靖帝は在位中、明朝の支配を強化し、隆慶帝の新政、超挙制の改革、下流満体、改革の基礎を築いた。20年以上も朝廷に出なかった嘉靖帝が、それでも、権力を維持できたのは、明の制度の強さ及び嘉靖帝自身の優れた、人心掌握術があったからです。帝国であれ、企業であれ、経営者の価値は、自分がどれだけやるかではなく、部下をどれだけやらせるかである。つまり、ある意味、何もしないで支配することが経営の最高峰なのです。スタッフが一定の順序に従う、やるべきことを完成することです。結果として、人による支配ではなく、制度的な管理に依存する今日の近代的な企業とほとんど同じであった。しかし、彼は外界の動きに無関心だったわけではなく、むしろ大臣たちの一挙手一投足に目を光らせていた。その間、近衛や東証などの諜報機関から絶え間なく、情報が入ってくるので、たとえ宮廷内ハエが一匹死んだとしても、嘉靖帝の目から逃れることはできない。また、宦官や有力大臣などが、権力の手綱を握って、悪事を働き、忠心を害したことについては、嘉靖帝も知らなかったわけではないが、ただ、見て見ぬふりをするだけだった。大臣たちにとっては、現数は、国を誤る関心だったが、一心に、不老不死を追求していた嘉靖帝にとっては、最も従順な手駒であった。彼は、現数を通して、朝政を掌握することができたのです。嘉靖帝を紹介した後、言うまでもなく、彼の三人皇后について話さなければならないです。嘉靖帝即位の2年目に、14歳の陳蓮と結婚し、同年9月に彼女を皇后に封じた。陳皇后の父、陳満元は、広く学問を修めた、教養人であったが、生涯中にずっと科挙の試験を受けたが、50歳になっても、聖院だった。陳皇后は学問のある家に生まれ、優しく典淑で、ハレムの秩序を保っていた。嘉靖帝はこの皇后に非常に満足していました。それから7年後、21歳の時、陳蓮はついに身ごもりました。陳皇后も嘉靖帝も喜びましたが、妊娠中の女は本当に気性が荒い。一度、陳皇后、嘉靖帝、張順妃の3人が一緒にお茶を飲んでいたことがあります。嘉靖帝は、張順妃の滑らかな手を見て、それに触れたが、妊娠中の陳皇后は多分ない分泌疾患を患っており、カップを投げて、そこから去り際に。嘉靖帝は激怒し、足を持ち上げて、陳皇后に直接蹴りを入れた。体内の赤ん坊が生きられなかっただけでなく、
陳皇后も大量に出血で死んでしまったのだ。陳皇后は21歳だけで、華聖帝に蹴られて、妊娠中の子供と一緒に死んでしまったのです。かわいそうに。陳皇后が亡くなってから1ヶ月も経たないうちに、華聖帝は、長順妃皇后として、直接設立しました。長皇后が廃位された理由は、歴史書にありませんが、一つの説があります。華敬帝との関係が悪かった、高知帝の妻長皇太后が、弟の代わりに、華聖帝に詫びを入れることを、長皇后に頼んだ。そのため、長皇后は、華聖帝を怒らせて廃された。嘉靖15年1537年12月、長皇后は、約30歳で亡くなり、金山に埋葬されました。3番目の宝皇后の死も華聖帝の不老不死の修行とも関係がある。華聖帝は不老不死になるためにあらゆる手を尽くしていた。彼は炉が錬金術に効果がいいと聞いたので救助に炉を取らせるなど。また女性の経血を使って錬金術を作る方がより効果が高いと聞きましたから、救助が生理の数日間に経血の純度を確保するために救助たちに禁食した。無数の救助が疲れ果てて病気で亡くなりました。嘉靖21年1542年の10月、救助であるよう金英と他の救助は華聖帝を宗丹妃のところに誘惑してきた。華聖帝が眠っている間にロープで首を絞める計画を立てました。経験がないので慌ててロープが駒結びとなり殺せなかったため、華聖帝を鞘やかんざしなどで刺した。華聖帝は幸運にも死を免れることができた。この時、臆病な救助は恐れていて、宝皇后に報告にやってきた。宝皇后は急いで翼根宮に駆けつけ、華聖帝を救出した。華聖帝のお気に入りの長妃宗氏への嫉妬から、翌日、華聖帝が完全に目覚めていないうちに、彼女のライバル宗氏やネイン王氏及び16人の救助、全員が領地刑に処された。主犯も獄中に処された。事実、丹妃宗氏は、楊金英らの殺人計画を知らず、華聖帝がその冤罪を知ったのは、後になってからでした。これは、中国史上で、前代未聞な救助の反乱です。仁院年後に、無効と知られています。宝皇后はこの機会を利用して、華聖帝が寵愛した丹妃を殺した。華聖帝は何も言わなかったが、宝皇后に心の底から憎んでいた。嘉靖26年、1547年宝皇后の金寧宮が突然炎上し、宮殿の使用人はひざまずき、皇帝に昇華するために誰かを送るようにお願いしたが、華聖帝は宝皇后に恨みを抱いたので、昇華を遅らせた。華聖帝はそのまま見ていて、宝皇后は火事で焼け死にました。華聖帝はその災難を見て喜びながら、それを燃やし、古い宮殿を燃やし、新しい宮殿を建てようと言った。多くの歴史家は、その日はもともと華聖帝の命令で放たれたものだと考えている。その後、華聖帝は二度と皇后に封じませんでした。慈仁年のに、無効は、華聖帝の横暴、怒りっぽい、暴意によって引き起こされ、華聖朝に大きな影響を与えました。主に3つの側面で現れた。第一に、華聖帝が政権を怠る時期が始まり、その反乱の後、華聖帝は、政縁に独居して、修道に専心していた。第二に、救助反乱の起因は、彼が、錬金術のために救助を死に追いやったことだった。この事件の後、彼の錬金術への崇拝の度合いも深まりました。彼は道教を強熱の崇拝し、道教と弦楽に専念しました。第三に、それは、元数の独裁と乱世に直接つながりました。慈仁年のに、無効は、華聖朝の繁栄から衰退へのターニングポイントでした。
火星帝の妾は8男5女を産んだが、そのほとんどが若くして亡くなった。火星帝28年1549年、14歳の巫女の戴冠式と光学式が行われた。その2日後、皇太子は突然の病に倒れ、息を引き取った。皇太子の死後、火星帝には2人の息子しか残されておらず、長い間、皇太子を設立しなかったが、火星44年1565年にもう一人の息子が29歳の若さで死去した。生き残った唯一の息子、主、再起は、後に王位を継承した隆慶帝でした。巫女と皇主が相次いで死になることは、火星帝に大きな痛みと恐怖をもたらした。火星帝は、不老長寿を望んで、長い間、飛霜、水銀、硫黄、辰砂などを含む戦薬を服用し、体調を崩し、気性が荒くなった。多くの大臣が、ややもすれば斬首されたり、杖罪を受けたり、誰もが危険にさらされていました。皇帝は、錬金術するため、多くの宮殿を建設し、宮殿を錬金術の道場に変えて、国庫は極めて空っぽになった。火星45年12月、不老不死を求めた火星帝は、様々な評価を受けながら60歳で亡くなりました。病号は清掃で、北京の13陵の中の永陵に葬られた。歴史は時に気まずいもので、後世の清朝は明朝を誹謗中傷するために、火星帝や万暦帝といった皇帝の欠点や趣味を意図的に醜化した。自分の満州王朝の偉大さを誇示したのです。皇輝帝、陽聖帝、乾隆帝、嘉慶帝、道光帝のように、彼らは確かに勤勉でしたが、彼らの支配下の中国では、火星朝と万暦朝の生産力、文化、軍事、科学あらゆる点と比べられないものです。これは、彼らが常に抑圧によって国を統治しているためです。代わりに、独裁を防ぐことにおいて、大臣の任命に規則がない、火星帝が役割を果たしました。中国で、水清ければ魚住まず、こういうことわざがある、火星帝も、その点を十分に利用した。秦の皇帝たちは皆、漢から身を守り、漢に抵抗するという考えで統治した。結局、漢の支持を得ることはできず、後世の人々からより、好意的な評価を得ることもできなかった。最後までご覧をいただき、誠にありがとうございました。また、次の動画で会いましょう。